やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、イヤーファンの新商品。今までのモデルの美味しいところを全部継承しつつ、ついに、アプト X とノイズキャンセリングを同時に搭載して、なのに5000円くらいとかいうとんでもプライスまで実現した、イヤーファンエア S だ。エアシリーズは、イヤーファンの看板と言えるラインで、このチャンネルでも、エアから今のところ全部触らせてもらったんだけど、通話品質が良く、音質も 6mm の樹脂振動板で小気味良いエアからスタートし、エディフィアーとの連携で、当時としては非常に優秀な低価格の意見モデルだったエアプロ。そのエアプロから装着感をアップさせたエアプロに、さらには、独自のウールコンポジット振動板を採用し、音質で抜きんでたエアプロ SV。あとはアプト X がつけば完璧だよなぁ、と思ってたところに、ついにアプト X 対応を引き下げてやってきたのが、このエア S というわけだ。実際、ノイキャンが強烈で、6時間連続動作できる TWS、というだけで、エアープロ系列は非常におすすめの1台だったんだけど、先代であるエアプロ SV では、独自のウール複合振動板により、音質で他社と大きく差別化された。そして、今回登場したエア S は、エアシリーズが積み重ねてきたアップグレードに、クアルコム製の QCC3046 チップが組み合わされることによって、ノイズキャンセリング性能と、アプト X による、高音質な伝送が同時に可能になった、というわけ。詳しく見ていこうか。基本的なスペックから見ていこうか。エア S は、イヤーファンの最新モデルにふさわしい、アプト X アダプティブと、ノイズキャンセリングの両方を同時に可能とする、QCC3046 チップセットを採用する。本体の連続動作は6時間。ここは旧モデルから引き続きだな。つまり、連続動作時間はそのままに、より高音質な動作が可能になった、スペックアップを実現しているぞ。現在、ノイズキャンセリングの能力値については明示されていないんだけど、低価格モデルとしてかなり優秀な先代、イヤーファンエアプロ SV と同様の、エアコンの動作音なんかがかなり静かにできる能力だ。それから、ケースがワイヤレス充電に対応しているのも、ワイヤレス充電を愛用している人からすると嬉しいポイントなんじゃないかな。僕はワイヤレス充電を利用していないので、テストしてないけど、パッケージにはワイヤレス充電対応、の文字があるぞ。さらに、人によってはこれが一番重要な、マルチペアリングにも対応している。先代であるエアプロ SV までは、同時に1台のデバイスにしか接続できなかったんだけど、マルチペアリングに対応したことによって、PC とスマホを同時に使ったりするような人に、すごく便利な取り回しができるようになった。この機能の有無が最重要、という人も多いだろう。とどめとばかりに、以前のモデルから付いてたゲームモードも付いてる。接続方式であるアプト X アダプティブには、元から低遅延なアプト XLL も内包されているので、遅延が苦手な人でも大丈夫だ。欲張りにも程があるスペックだな。外装については、エアプロ2とエアプロ SV の中間みたいな形状に、エアプロ SV のデザインも独自性があって好きだったんだけど、エアプロ SV の質感の良さを支えたブルーブラックの塗装レシーバーを継承しつつ、より一般的な形状に変更している、いいとこ取りの印象だ。真っ黒血気よりも印象が良く、装着感も良好。ずっと使ってられる一台になっている。ケースの方は、残念ながら、エアプロ SV より若干大型化した。けど、取り回しに問題はなし。4回充電が可能と考えると順当なサイズなんじゃないかな。そうそう、SV はノズルが楕円形で、交換するエアーチップを選んだんだけど、このエア S は通常の真円形状のノズルに変更になってる。TWS 用の軸の短いエア機しか使えないけど、それでも選択肢は増えたはずだ。ケース充電は、USB Type-C による有線充電か、ワイヤレス充電。やっぱりこれ、1万オーバーの機種の機能充実感なんだよな。エア S は、先代たちの技術を引き継いでいて、10mm のウールコンポジット振動板を採用した、ダイナミックドライバーを積んでいる。このウールコンポジット振動板、これによる音質だけでも、エアシリーズをこの価格帯でトップクラスにおすすめにさせる代物で、通常の樹脂振動板に比べて、若干温かみはあるんだけど、ちゃんと高音域の抜けがある、という代物だ。加えて、イヤーファンの製品は、歴代どれも通話品質についても優秀なので、マジで抜け目のない優秀な一台となっている。エアプロ SV は、それでもアプト X だったらなぁ。があったんだけど、今回はアプト X に加えて、必要な人には必要な、マルチペアリングにまで対応しており、これには分かり手ユーザーも腕組みして頷くしかない完璧っぷり。ノイキャン、音質、動作時間、装着性、さらには取り回しと、完璧なエア S。音質は、以前絶賛したエアプロ SV とほぼ同等。もっかいしっかり音色を分解して褒めておくか。
音質は、独自性と完成度を同時に合わせ持つ、聞く価値のある代物だ。イヤーファンしか使っていない、ウール複合振動板、というワード。他社のライバルは、バイオセルロースや、複合樹脂振動板、チタンコーティング振動板など、魅力的なスペックが躍るけれど、エア S が採用する、ウール複合振動板は、独自の魅力を持っている。このエア S、中音域に、厚みと臨場感を感じる弾力性があって、それでいて高音域は抜けが良く、でもって、低音域に十二分な量感がある。全体的に言うと、若干の暖色傾向なんだけど、高音域がしっかり金属音を再現できるため、全体に見ると音がこもって切り分けにくくなることもない。アプト X コーデックにより、さらに音色が切り分けやすくなっていて、仙台エアプロ SV より、若干反応が良くなったような気がする。この価格帯の、ノイキャンなしを含めた完全無線イヤホンの中で間違いなくトップクラスの完成度だ。というかやっぱり値段が1ランク間違ってる気がする。高音域は金属系やカーボン系のコーティングが施されたドライバーほどきらめくものではないんだけど、変に残響が残ったりしない、しっかり書き分けのできるもの。ここがしっかり分別ついているので、他音域が量感情緒たっぷりになっても爽やかさが消えないというのはあると思う。中音域は、声には丸みがあるものの、しっかりと聞き分けやすい。さすがに、より明瞭さ、解像度に振っているイヤホンに比べると、大量の音が入った時には少し切り分けにくくなるけど、元より温かみのある音色なので、そんなに違和感がないぞ。でもって、しっかり厚みと温かみとインパクトのある低音域がここに続く。低音域はかなり大きくて、迫力のある音を求めている人にもおすすめだ。他音域にもある程度重みがある音なので、臨場感が高く、しっかり音楽に没頭できるだろう。空間は、若干小さめのホールで聞いてるような感覚がある。人の声を近くで聞きたい人とかにはおすすめだろうか？言葉にすると結構狭めに感じるんだけど、ウールコンポジット振動板の音色のせいか、近くにグイグイ来るこの空間表現と音色の相性がいいんだよな。というわけで、満点をつけるのも納得していただけると思うんだが、これだけじゃねえんだな。さらに今回は、AirPro SV と同様に、アプリにも対応。アプリをインストールすることで、トリプルタップ、ロングタップ時の操作を差し替えたり、イコライザによる音質の調整もできるようになってるぞ。他に何かいる機能はあるか？ここまでやりたい放題やってプレオーダーで4899円だぞ。というわけで、完全無線イヤホンの進化もここまで来たか、感が正直ある。この価格で、欲しいもの、本当に全部入ってる一本だ。マルチペアリングまで対応してると思わなかった。正直、これはアプリより、アプト X 対応よりも重要、と考える人も多いだろう。少なくとも僕はそう。というわけで、アプト X にも、ノイキャンにも、通話にも、音楽にも、何にでも使えて、おまけにアプリにもマルチペアリングにも対応してて、でもって音質にも独特な魅力があって、それでいて5000円、属性が多すぎるんだよお前。なので、今、僕が密閉型、ノイキャンの完全無線イヤホンをおすすめするなら、問答無用でこれになる。エディフィアーのネオバッツプロなど、音質などで他にも選択肢はあるけど、値段と性能と実際使った満足度の総合力だったらダントツで AS だ。通常価格の6990円でも魅力的なんだけど、4890円のプレセールをぜひ、利用してくれ、おすすめだぞ。と、いったところで今回はここまで、おすすめだぞ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。こちらはイヤファンの Air S で録音した音声になります。ノイズもうまく取れているし、音声の方もかなり音量がよく取れているので、問題なく通話ができると思います。